皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日はファミマで買ったものを紹介しながら、私が日本語を教えるときに大変だなと思うことを3つ紹介したいと思います。ちょっと最初に言っておきたいのが、仕事っていうのはどの仕事でも大変だと思います。だから別に私が言いたいのは日本語を教えることだけが大変ですよと言いたいわけじゃなくて、仕事として教えている時に、大変だなとか気をつけてることを皆さんに紹介したいなと思います。まずはファミマで買ったものを先に紹介したいと思います。ちなみにファミマはファミリーマートのことです。日常会話でよくファミマと言っています。まずはこちらです。広島お好み焼きです。で、これを先に温めて食べながら話そうかなって思ってるんですけど、これは500ワットで3分と書いてあります。ここにね、ソースがついてるんですけど、温めるときはこれを外してくださいと書いてあります。見えますか？はい。なので、これを外してレンジで温めます。温めたので開けます。いい匂い。ソースの香りがすごくいい。あ、そうだ。言い忘れたんですけど、今回の動画も自然なスピードであまり語彙コントロールをせずに話したいと思います。わー、できました。では、いただきたいと思います。ちょっと私今あんまりお腹空いてなくて、でももうこの時間しか撮影する時間がないので、今ちょっと撮影してるんですけど、とりあえずこれなんかね、4等分に切ってあるので、4分の1だけ食べて、あとね、夜食べたいと思います。じゃあ、いただきます。すごいね、そばが結構しっかり入ってますね。こんな感じです。ちょっとこれだけ食べようかな。いただきます。美味しい。いいよね、こういうの食べ応えあって。焼きそばじゃなくてキャベツもたくさん入ってます。このソースついてたけど、私は別にこれをかけなくても十分味がついてるので大丈夫かなと思って今つけないで食べてみました。はい。で、そうだ、食べながらですねこのスタイル慣れないですね、なんだっけ、そう、日本語を教えるときに大変だなとか難しいなと思うことを、3つ紹介したいと思います。で、ちょっと最初に簡単に話すと、やっぱ奥ねちょっとうまく話せない。まず私は2017年から日本語教師として働いています。で、今は日本語学校、日本の日本語学校やオンラインで日本語を教えています。この仕事は私にとってすごく楽しいです。でも、楽しいけどもちろん大変なこともあります。で、まず一つ目です。ネイティブスピーカーだからこそ教えるのが大変です。ごめんなさい。今ちょっと見ながら話してるんですけど、私はさっきも話した通り、日本の日本語学校で教えています。で、日本語を学ぶ場所って本当にいろいろあると思うので、ちょっと私の経験の話なので、全部の日本語の先生が同じ経験をしているわけではないと思うんですけれども、日本の日本語学校では基本的に日本語を使って教えているという学校がすごく多いと思います。例えば文法の授業とか単語の授業とかたくさんいろんな種類の授業があるんですけど、でもそれを日本語で私たちは説明してるんですね。さっきも言った通り学校によって違うと思うんですけど、私が知っている限り日本の日本語学校はほとんどがそのように教えていると思います。もちろん違う学校もあると思いますが、私の知り合いの先生で別の学校で教えてる先生方からもやっぱり日本語で教えているという話をよく聞くので、日本の日本語学校ではそういうパターンが多いと思います。で、一つのクラスにいろんな国の学生がいます。だから英語がわからない人もいるし、もちろん中国語がわからない人もいるし、韓国語がわからない学生ももちろんいます。だからこそ私たちが教えるときは日本語しか使わない。学生が質問してくるときも日本語です。で、いろいろな
レベルの人がいますよね。初級、中級、上級、またはあいうえおから勉強する人たちもいます。なので私たちは説明するときにその学生のレベルに合わせてどんな説明をすれば学生たちが理解してくれるか、どういう単語を使えば学生が理解できるかというのを考えながら教えています。なのでこれが結構難しいんですね。で、しかも日本語のネイティブスピーカーが自然に使い分けができる文法とか単語っていうのをその学習者のレベルに合わせて教えるっていうのは本当に難しいですし、私は最初それで結構苦労しました。もちろん今はもう7年以上教えているので、慣れてきていますし、そんなに大変とは思わないんですけど、今は。でも本当に教えたばかりの時、1、2年は結構難しいなって思いました。で、特に難しいなって思うのが自動詞と他動詞、あとオノマトペです。日本語を勉強している人で上級の人でも自動詞と他動詞は結構間違いやすいものだと思います。多分見たらわかると思うんだけど、話すときに日本語の会話で自動詞と他動詞をうまく使って話せるっていう人は本当に上級レベルの人でもすごく難しいんですよね。でもネイティブスピーカーってわざわざこれは自動詞だからこうです、これは他動詞だからこうですっていうのは考えないで話しているから、やっぱりそういうネイティブスピーカーならではのもう私たちは身についている。で、そういういちいち考えなくても話せるっていうことを教えるのは結構難しいですね。例えば自動詞と他動詞の場合、ドアが閉まるとドアを閉める。ね、どっちが自動詞とか他動詞とか皆さんすぐわかりますか？ドアを閉めるは他動詞ですね。ドアが閉まるは自動詞ですよね。これって本当にネイティブスピーカーはいろいろなことを考えなくてもすぐに正しい方を使って話すことができると思うんですけど、なかなかやっぱり学習者の人はすごく難しいと思います。で、あとオノマトペね。これは私日本語の先生になってから初めて日本語ってこんなにたくさんオノマトペがあるんだって知りました。もちろん使ってはいたし、でも意識してないんですよね。でも会話の中ですごく使ってる。しかもそれ子供の頃から、結構小さい頃から使ってるし聞いてるし、で、それを説明しなくてもなんとなくこう身についてるっていうのがなんかオノマトペかなって思います。で、オノマトペって擬音語とか擬態語のことです。で、例を出すと、例えばチラチラ見る、ジロジロ見るとか、あとツルツル、サラサラで痛みを表すオノマトペってすごく多いんですよ。で、これは教えるのがちょっと難しい。なぜなら痛みの感じ方って自分にしかわからないですよね。もちろん説明はできますよ。そうやって教えますから説明はできるんだけど、その説明したことがじゃあ学習者が全部理解して、じゃあそれをまた別のところで使えるか、会話で実際使えるかっていうと結構難しいと思います。痛みを表すオノマトペ、例えばズキズキ、キリキリ、ガンガン、ヒリヒリとかね、もっとたくさんあるんですけど、それを聞いてすぐこういう痛みだって想像するのは日本語学習者の方は結構難しいと思いますし、私たちも教える時にすごく時間がかかる、どういう説明をすればいいのかっていうのをすごく時間をかけて準備しなければいけないものだと私は思っています。私はすごく時間がかかります。他の先生はわからないですよ。すごくオノマトペを教えるのが得意な先生もいらっしゃると思うんですけれども、私は結構難しくて、例えば雨がザーザー降ってると雨がパラパラ降ってるっていうのは私にとっては教えるのが簡単です。なぜならそれは画像を見せればどのぐらい降ってるっていうのがすぐにわかると思うので、私はそんな難しくないんですけど、痛みを表すオノマトペっていうのは本当にいっぱいありますし、少しの違いとかもあったりするので、結構それが難しいかなと思います。はい。一つ目はネイティブスピーカーだからこそ教えるのが大変という話でした。どうしよう。私ね、ちょっともっといろいろちょっと買ってて、ちょっとこの広島お好み焼きはちょっと後で食べます。じゃあ、大変なこと2つ目を紹介する前に、これスパムおむすびを買いました。皆さんにお見せしますので、ちょっと
待ってください。お皿に出します。はい、こんな感じ。これね、温めたいと思います。はい、温めました。海苔で巻いてありますね。で、手で食べていいんだけど、私今パソコン触ったりしてるから、ちょっとお箸で食べます。うまく切れるかな。いただきます。ここにツナマヨネーズ、黒胡椒と書いてある通り、このスパムとおにぎりの間にツナマヨネーズと黒胡椒があります。だから結構味がしっかりついてますね。美味しい。で、次ね。日本語を教えるときに大変だと思うことの2つ目は、授業準備です。皆さんは日本人なら、日本語のネイティブスピーカーならすぐに日本語が教えられると思いますか？違います。はい。私がそうでした。いざ教えようとしたら、何の知識もない、教え方もわからない。で、外国人の方にこれとこれの違いって何ですかって聞かれると、違い？みたいなことが結構あるんですよね。私たちが普段考えたことがないような、思いつかないような日本語の質問をやっぱり学習者の方はするので、それはもちろん当たり前ですよね。なので、授業準備が結構大変です。でもこれも授業によって違います。例えば、私本当に、7年間教えているので、今まで何回も教えたことがある文法は結構すぐにこのレベルの学生だったらこういう単語を使って説明すれば多分理解できるかなっていうのはもちろん予想はできるんですけど、でもやっぱり最初の方って全然その経験もないから授業のその準備に本当に1時間とか2時間かかっていたことがあります。これって日本語の先生だけじゃなくて何かを教える仕事をしている人は多分そういう準備の時間っていうのがすごく必要になってくるので結構ね大変なんじゃないかなって思います。で、私はよく授業を準備するときにパワーポイントを使うんですね。で、せっかく準備したパワーポイントを間違って消したことがあります。で、また作り直さなきゃいけなくてすごく大変な思いをしたことがありました。で、これって多分私だけじゃなくて、この動画を見ている皆さんも、例えば、ワードやエクセルで作った資料、データが消えてしまったとかね。別に自分が消したわけじゃないのに、多分何か操作をミスして消してしまってたとか、あとは間違って消してしまってたっていうことってありませんか？私は何回かあります。すごく注意してますよ。これは大事だから消さないようにしようって思ってるんだけど、似たような名前があったりすると、急いでて気づかなくて消してしまうっていうことは、誰にでもあるんじゃないかなって思います。そんな時にもし消してしまったデータが復元できたらいいと思いますか？今噛んじゃった大事なところなのでもう一回言います。もし消してしまったデータが復元できたらすごくいいと思いませんか？すごくいいと思いませんか？夢みたいな話ですよね。でもそんな夢みたいなことができるんです。そういった大事なデータを消してしまった時に復元できるソフトがあるんです。この動画はワンダーシェアさんがスポンサーになってくださいました。ワンダーシェアさんいつもありがとうございます。もうこれ3回目のコラボですね。いつも本当にありがとうございます。今回皆さんに紹介したいソフトはリカバリットというソフトです。リカバリットはパソコンのデータだけじゃなくて、例えば USB メモリとか SD カード、あと外付けのハードディスク、あとカメラのデータなんかも復元することができます。リカバリットは無料版もあるので、まずは無料版を試してみて、よかったら有料版を買って復元してみるのがいいと思います。正直に言うと私はまだ疑ってるんですよ。そんな消してしまったものを復元できるのかなって。私本当に USB メモリをよく使うんですけど、今回はちょっと私が作ったパワーポイントを USB に入れて、そのパワーポイントをわざと消して本当に復元できるかどうかちょっとやってみたいと思います。じゃあ実際にリカバリットを使って
本当にね、データが復元できるのかやっていきたいんですけど、まずね、こちらの USB メモリーですね。これ、昨日セブンイレブンで買ってきました。新しい方が、なんかわかりやすいかなと思って、ちょっと用意しました。ちなみに、この USB は1100円くらいでした。今、パソコンに USB を挿しました。で、今まだ何もない状態ですね。ここに私が作ったパワーポイントを入れます。はい。今、N3 練習問題1というパワーポイントを入れました。これはですね、YouTube の N3 文法コースっていうのを私は販売していて、それのデータになります。はい。こういう感じでパワーポイントがあります。これを消します。はい。いきますよ。削除とあるので、削除を押します。完全に削除しますか？はい。消えました。では、リカバリットを、開きます。リカバリットを開くと、私の USB メモリが出てきます。それを選択すると、もう出てきましたね。このパワーポイント。そして、復元したいファイルを選んで、復元を押して、ファイルの保存先を選ぶと、見てください。なんと、すぐに復元することができました。一応ね、本当にさっきのファイルかどうか確認してみると、はい。本当にさっきと同じファイルが復元できました。本当にできた。こんなに簡単にできるんですね。ちょっとびっくりしました。選択、スキャン、復元の本当に3ステップで簡単に復元することができました。今回は USB のデータを復元しましたが、もちろんパソコンのデータも復元することができます。大切なデータやファイルってそんなに頻繁に消すことはないと思うんですけど、もしもの時に、万が一の時に、消してしまった。でもリカバリットっていうソフトウェアがあるっていうのをちょっと覚えておくと便利かなと思います。あとは今までに大切な写真の画像、データとか動画のファイルとかを消してしまった人にもおすすめです。リカバリットで復元することができます。授業準備って本当に時間がかかることがあるので、せっかく作ったパワーポイントとかワードを消してしまった時に、私もリカバリットがあるって思うとすごく安心できるなと思いました。もっと詳しい情報を知りたい人は概要欄にリカバリットのリンクがありますので、ぜひ見てみてください。では最後ですね、日本語を教える時に難しい、大変だと思うこと3つ目を紹介する前に、ちょっとデザートも買ってきたので紹介したいと思います。ミニシューカスタード&ホイップ14個入りですね。これ結構小さいサイズなんですよ。で、14個入ってるけど一気に食べるんじゃなくて、なんかちょっとお腹空いたなっていう時に1個だけ食べるとか2個だけ食べるっていうことができるので、私はこれが好きで結構買います。てか全部値段紹介してないですよね。すいません。書いておきますね。こちらは、340円でした。はい、そうですね。税込み340円です。開けます。やっぱり甘いものは必要ですよね。食べ過ぎは良くないけどね。危ない危ない危ない。はい、こんな感じです。1個はこのぐらいの大きさ。いただきます。なんか頭が疲れてる時とかに甘いもの食べると全然違いますよね。あと飲み物も買ってきました。京都府産の宇治抹茶 100% 使用と書いてあります。ストローを刺します。この前うまく刺せなかったよね。私この前ってローソンの商品を紹介した時ですね。じゃあ1回で刺せるようにできたー。いただきます。なんか後で結構抹茶の香りとか抹茶の味がすごく残りますね。これはそんな甘ーっていう感じではないかな。抹茶の味が割としっかりするので甘さ控えめな方かなと思います。はい。じゃあ最後ですね、3つ目なんですけど、当たり前なんだけど
私とね学生、学生って皆さん外国の方なので、お互いの習慣や文化が違うことです。で、何が言いたいかっていうと、習慣とか文化が違うのって当たり前じゃないですか。でも私が経験してきた自分の文化とか自分の習慣がありますよね。でそれをやっぱり自分はこうだからみんなもこうだろうって思ってしまうことがあるんです。でそれは後で違うっていうのを気づくっていうことが多いんですけど、いくつかね例を挙げますね。まず日本って授業中に食べ物を食べてはいけないんですね。いけないっていうか、食べたら怒られる。小学生でも中学生でも高校生でも食べ物食べながら先生の話を聞くっていうのは日本ではほぼダメと言われると思います。私はずっとそうでした。そもそも私の場合小学校とか中学校の時に食べ物を持ってきちゃいけなかったんですね。これも日本でも学校によると思うんだけど、私の学校は普通の公立の学校で、でも基本的に食べ物とか持ってきちゃいけないから、そもそも授業中に食べるっていうことができませんでした。給食があるんです。お昼になったら給食があって、で給食は学校が準備するものだから、食べ物は持っていかない。だから授業中に食べるっていうことはまずできないんですね。できないし、もしじゃあこっそりお菓子とか持って行って授業中食べたらもう 100% 先生に怒られます。誰かが話をしてる時に食べ続けるっていう行動が多分日本ではあまりちゃんと聞いてないっていう態度になってしまうんですよね。でも私が、学校で教え始めた時に本当に食べてる人がいて、でもむしろ机の上にリンゴとかが置いてあるんですよ。でそれも日本では学校の授業を受けてる時に机の上に食べ物が置いてある。高校生になると自分で食べ物を持ってきたりするから、それはいいじゃない。昼休みにあるとかはいいんだけど、授業中に机の上に例えばこういうシュークリームが置いてあったらってなるよね。だって絶対食べようとしてるよね。食べないのに置いてるわけがないし、だから日本ではそういう感じなんですよ。全部とは言わないけど、私もそうだったし、私の周りの人に聞いても、やっぱり授業中食べるってないよねっていう話をこの前してたのね。でもやっぱりそういう食べる。で、例えばそれを私がなんで食べてるんですかって怒った時に、その国ではいいかもしれないよね。授業中に何かを食べながら先生の話を聞くのは別にその国では普通ですっていう場合もあるかもしれないじゃないですか。だから自分と習慣とかが違うってなった時にどうしてダメなのかをまず説明しなきゃいけないし、日本ではこういう風にしてると態度が悪いって思われるからやめた方がいいですよっていうのをちゃんと説明しないとダメですよね。もし日本人の学生だったらなんで食べてるんですかって言えば、学生も食べちゃいけないっていうのが絶対に分かってるはずだから、でも我慢できなくて食べてる人もいるかもしれないんだけど、そういうお互いに共通の常識とか習慣とかの経験があって、でその上でこれダメですよとか怒るんだったら、相手はこれはいけないことだってそもそも理解してる可能性があるからいいんだけど、なんで怒られてるの？なんで授業中食べちゃいけないの？っていう風になっちゃうかもしれないから、やっぱり説明をするっていうのはすごく大事だなって思います。で、あともう一つあったのが、これは私じゃなくて、他のね先生の経験なんだけど、カンニングの話です。でも実は結構カンニング多いんですよ。日本って結構厳しいと思うんだよね。特に受験とか大事なテストの時にカンニングをしてしまったら、もうそれってもうダメじゃないですか。大学受験とかで時々ニュースになってるけど、カンニングしてしまったらもうその時点で、受験資格がないっていうかもうアウトだよね。その大学をまた受けるってことは多分できないと思うし、もうすぐ退場させられると思うんだけど、ある先生がね教えてくれたのが、学校でテストをしていました。で、どの言語かわかんないんだけど、ちょっと独り言を言ってる人がいたんですって。で、後から分かったのは、その独り言を言ってた人は周りの学生に1番の答えは1、2番の
2番の答えは4っていう風にその自分の言語で教えてたんだって。でそれを後からその先生が知って、でその学生に注意したのね。そのテストなんだから他の人に教えてはいけませんよって注意したの。でもそしたらその学生なんて言ったと思う？ちょっと私はこういう考え方もあるんだって思ったんだけど、先生、友達が困っています。なんで助けてはいけませんかってすごく怒ったんだって。で、私それ聞いて、わかんない。それはその国の習慣なのかわからないし、そういう助け合いの精神がすごい強いのかもしれないし、国とか地域っていうよりもその人がそういう考えなのかもしれないから、別にどの国の人だからとかじゃないかもしれないんだけど、そういう話を聞いた時に、日本人の学生だったら、もしカンニングをカンニングを手伝ったっていう時に、そういうことは言わないんじゃないかなって思うんだよね。いや、友達が困ってたから助けました。カンニングを助けましたっていう人はあんまりいないんじゃない？いや、わかんないよ。もしかしたらいるかもしれないけど、私はそういう理由を聞いたのがちょっと初めてで、しかも怒ったんだって、その学生が。なんで助けちゃいけないんですかって怒ったっていうのを聞いて、ちょっとやっぱ考え方とかやっぱ違うのかなって思いました。わかんない。本当にこれはわかんない。私がその学生に教えてたわけじゃないし、でももしかしたらその学生は本当に友達が困ってるから助けようと思って答えを言ってしまったのかもしれないし、ちょっと真相はわからないんだけど、そういう理由を言って怒ったっていうのが結構私はびっくりしたんですよね。そうだから日本語学校で教えてると本当にいろんなことがあって、これは多分知ってるだろうなとか、日本の常識とかね、マナーとかルールとか知ってるだろうなって思って話してると、やっぱりそんなルールあるんですかっていうことがあるから、そういうのを知ってるかどうかをまず確認しなきゃいけないし、知らなかったらこういうのがありますよっていうのを教えなきゃいけないなって私は日本語教師として思ってます。ただ全部できてるわけではありません。本当にいろんな国の人がいるので、私も全部の国のルールとか全部の国の習慣文化を把握してるわけではないから、私もね、その学生に聞きながら、ちょっと私これわからないから教えてくれませんかって言って教えてもらうことも結構多いです。だから本当に7年教えてるけども、日々勉強で、その完璧っていうのはない。もう常に新しい情報が入ってくるし、新しいことを知るから、それは大変なことでもあるけど、私にとってはすごく勉強になるから面白いなと思っています。はい。そんな感じでね、今日はファミリーマートの商品を紹介しながらペラペラ私が日本語を教える時に大変だと思うこと、難しいと思うことを3つ紹介しました。ちょっと飲んでいい？一気に話すと喉が疲れちゃうよね。しかもこの動画何回も撮り直してますからね。動画見ると、私の動画って15分とか20分とかが多いと思うんだけど、20分間撮ってるわけじゃないですよ。この動画多分もう1時間ぐらい撮ってます。何回も言い直すし、そう結構ね、動画撮影するのって時間かかるんですよね。はい、ということで今日はね、皆さんにいろいろなお話をシェアしました。もしまたこういう動画が見たいっていう人は、ぜひ高評価を押してもらえると嬉しいです。あと、こういうトピックについて話してほしい。特に何かの経験とかは私はすごく話しやすいかなって思うので、ぜひ何かリクエストがあればコメントで教えてください。あと、今日紹介したリカバリット、ぜひね、大事なデータとかファイルが消えてしまったら本当に使ってみてください。無料版がありますので、まずは無料版を使ってみてください。概要欄にリカバリットのリンクがあります。はい、今日はじゃあここまでにしたいと思います。また来週お会いしましょう。バイバイ。